遊戯オフィスジャパンビザ TV です。パート1に引き続きまして、今日は湯気先生に遊戯オフィスに届く多くの具体的な質問をしていきたいと思います。湯気先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速1問目いきたいと思います。はい、長期滞在を希望する成人の子どもや他の親戚が家族と一緒に日本で生活するための特定ビザオプションはありますでしょうか？はい、まずこの場合の長期滞在者っていうのは、配偶者ビザであったり定住者ビザ、持ってらっしゃることだと、仮定します。で、その方に成人の子供がいた場合、もう成人しているということは自らの能力で働けますので、扶養するという形で呼ぶことは難しくなっています。で、成人というのは日本では18歳以上になりますね。で、他の親戚ともなると、さらに例えば18歳未満であっても親子関係ではない、例えば甥っ子姪っ子なんかの、親戚を呼びたいという相談もありますが、これは基本的に呼べません。そのため、家族と一緒に日本に生活したいという場合は、例えば留学ビザで日本の、日本語学校に通うであったり、例えばご自身のバックグラウンドを使ってですね、就労ビザで日本で生活する、または、ビジネスを始めるというような形でしか、一緒に生活するオプションはないと思います。2問目、はい、申請者が特定の医療または介護の必要性に対応するために家族と一緒に日本に滞在する必要がある場合、どのようにすべきでしょうか？なるほど。よくある難しい質問なんですけれども、これはですね、その申請者が、申請者自身に医療が必要、介護が必要ということですかね。で、日本にいらっしゃる家族自身は、健康であるというパターン、だと仮定します。で、この場合ですね、日本も高齢社会で医療介護必要な方がたくさんいますので、なかなか認められる可能性は低いです。ご自身の国の制度で、医療、なり介護を受けてくださいというスタンスです。ただしその、病気を患っている、高齢者の親が、一人で、本国で生活している。で、他にその方を見る方も、存在しない、親戚もいない、こういった場合で、年齢でそうですね、70歳以上の方で、もう体も弱っている、こういった場合には人道的配慮から、特定活動のビザが認められる場合がございます。ただその認められている件数は少ないと言われております。ありがとうございます。結構難しいんですね。そうですね。では、続きまして3問目、外国人のカップルの結婚登録をサポートしていますでしょうか？特に両者が外国人の場合について教えてください。はい、結婚登録のサポートはしております。で、両者が外国人である場合、2つのパターンがあると思います。その両者が同じ国籍であるパターンと、それぞれが違う国籍であるパターンもございます。で、まず同じ国籍である場合は、その国の、領事館なり大使館で、2人が、結婚できる状態であると、独身状態であって結婚ができますっていう状態の証明書を、取得して、でそれを日本の市役所、区役所に提出して婚姻届をする方法がございます。で、お互いが違う国籍の場合は、それぞれの国から、お互いが結婚できる状態であるという証明書をもらいます。で、これを婚姻要件具備証明書と言います。で、婚姻要件具備証明書という紙があるんじゃなくて、それぞれの国によって何をもって婚姻要件が具備しているのかという証明書バラバラです。で、そういう証明書を、書類を、一括りにして婚姻要件具備証明書という言い方をしております。はい。で、それを提出して、日本の役所で婚姻届をすれば結婚ができる。で、日本で婚姻届をしたら受理証明書というものももらえますので、今度はそれを自分の国
を領事館へ提出して結婚しましたよという届け出をしてください。で、その先で配偶者ビザなんかを申請する場合はですね、それぞれの国の証明書がいりますので、領事館、大使館への申請、届け出は、速やかにしておいてください。続きまして、フィリピン人とアメリカ人のカップルの結婚に関するサポートを提供していますでしょうか。アメリカ人の方は日本で永住権を持っています。両者が離婚の経験者です。はい。サポートをしております。で、ただしそのフィリピンの国の法律ではですね、離婚という制度がございませんので、前婚が離婚をできる国籍の方と離婚した場合、例えば日本人と離婚をした場合、日本では届け出をすることによって離婚ができます。協議離婚という形ですよね。でその協議離婚をしたら離婚届の、証明書なんかは取ることができます。でそれで、フィリピンではその離婚制度はないんですけれども、外国人と適法に離婚した場合は、また再婚する資格を取得するという、宙ぶらりんの法律がありますので、フィリピン人の方も再婚ができるということになります。アメリカ人の場合は離婚制度もありますので、離婚してりゃ普通に再婚もできます。でただしそのフィリピンの方では婚姻要件具備証明書というものが取れない状態ですので、その前婚の記録が残っていますから、なので、それぞれのお互い、結婚できるよという証明書類を、集めてですね、でそれを、日本の市役所区役所に出す。でその時に、真実書という形で、私たちは、婚姻要件具備証明書は提出できないけども、適法に婚姻できます。でそれを、に障害となる事実はございませんという内容の真実書をつけてですね、でそれで婚姻届を提出してください。そうすれば、婚姻が認められます。ありがとうございます。続きましての質問。日本での結婚のためのフィリピン国籍者両者に適用される要件は何ですか？はい。日本で、結婚、つまり日本で婚姻届を出したいということだと思います。でフィリピン国籍者両者に適用される要件なんですけども、もちろん、お互いが初婚ファーストマリッジの場合と、そのディボースがあってリマリッジの場合で手続きが変わります。リマリッジの場合は、先ほど説明してさせていただいた形で、例えば日本人との離婚だったら次再婚ができるという状態です。ところがフィリピン人同士の結婚をしてたら、離婚というのがないので、その場合はフィリピンの国で婚姻無効化裁判、アニュルメントというものをしてもらいます。でお互いが初婚である場合は、通常通り、お近くのフィリピン領事館ですね、管轄のフィリピン領事館で、LCCMというものを取っていただきます。この LCCM が婚姻要件具備証明書になりますので、それを持って、お近くの市役所なり区役所で婚姻届を提出する。それで、日本での結婚は成立します。ありがとうございます。最後の質問です。私の成人した子供は日本に来て長期滞在することができますでしょうか？成人した子供のためのビザオプションは何でしょうか？はい、これもよくいただく質問なんですけども、最初の方で説明させていただいた通り、成人している場合はご自身の要件で、日本で、ビザを申請して入ってくるということが必要になりますので、子供だからといって成人していた場合はそのサポートをする扶養するというビザではなかなかビザが下りません。で、長期滞在したいということであれば、やはりその留学ビザだったり就労ビザを、申請し、その取得してから日本に入ってくるということが必要になります。はい、わかりました。ありがとうございます。はい